はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はですね、こちら、ホームセンターで、母が盆栽を始めた頃にですね、買ってきてくれた黒松だと思うんですよね。多分だいたい15年ぐらいになるんですかね。結構、幹肌も荒れてまして、ちょっと触るのがね、結構気をつけないといけないかなと思うんですけども、これをちょっと植え替えをしていこうと思います。もうだいぶ芽も動き出してしまって、時期的にはちょっと遅い、もう少しね早くやりたかったんですけど、なかなかいろいろもろもろ盆暗市の準備とかいろいろありましてできなかったんですけど、まあちょっとまた週末盆暗市に行って、作業できないので、もう今日やろうと思います。なんでちょっと用土もね乾いてないんですけど、やっていこうかなと思います。とりあえずですね、どんな木かっていうと、値上がりで、うねってして、前に動画も上げてるんですけども、こっちがですね、去年だか一昨年枝枯れしてしまって落としてるんですね。なんで、先とここだけになるんですけど、こっち全部落としちゃってもよかったんですけど、結構ここに空間ができて結構面白い木になるかなと思って、こっち残してですね、こっちもで作っていこうかなと思っています。まずちょっと鉢から切り離したいと思います。やっぱまだ結構戻りますね。戻りますね。ちょっとね、もう幹に針金かけるのが嫌なので、こんな感じで引っ張る感じで矯正してたんですけど、よし、これでじゃあちょっとやっていきたいと思います。この動画は一応これね、鉢が割れてるんですよね。もうここが、この動画は一応土曜日に、よいしょよいしょ、土曜日にあげるつもりなんですけど、日曜日ですね、東京の茅場町で盆暗市っていう盆栽のフリーマーケットがあるので、よかったら来てみてください。取れないな。これ前回植え替えしたのいつだったかもちょっと覚えてないんですよね。どのくらい張ってますかね。割と水はけが悪くなってきたかなとは思うんですけども、もうでも3年ぐらいは経つんですかね。ちょっと覚えてないです。金根菌はすごいですね。こんな感じで、金根菌じゃない、金根菌だな。石入れてますね。金根菌もでも結構ありますね。金根菌ってよく僕も騒ぎますけど、こいつがあることによってどうなるかっていうのはあんまり僕知らないんですよね。詳しい方いたらよかったらコメント欄で教えてください。そしたらちょっと落としていきます。あんまり張ってないですね。もっと回ってるかと思ったんですけど、なんか変な虫がいますね。よっ、なんだこいつは。よいしょ。思ったほど根は張ってないですね。ほぐすところはあんまり動画にしても退屈だと思うんで、早送りかカットかしちゃいます。なんか面白いのが出てきたら早送りでちょっと止めて、面白いの特になかったらそのままカットしちゃうと思います。あれ、張ってないな。この辺とかもう死んでるんで、後で、でもこれかっこいいな。これ残しとこうか。でもどうせ枯れちゃうか。皆さん盆暗市は見てる方はいらっしゃるんですかね。後で
最後にボンクラ市、この間上げた動画にもあるんですけど、ボンクラ市で持ってく木もちょろちょろっと動画にしとこうかなと思います。ツイッターの方でボンクラ市来るの来ないのっていうアンケートをですね、さっき出したんですけど、何人ぐらい来ますかね。楽しみな反面ですね、ちょっと怖いっていう気持ちもありますね。多分僕にはあんまり集客力がないので、ただ一夜さんも来たり、あとは一星さんって言ってすごい鉢をね作る方もいたり、あと市川さんがねいるので、市川さんはミニチュア陶芸家の方なんですけど、その方のワークショップなんかもあるので、もう参加者はいっぱいになっちゃったみたいなんですけど、鉢作りの様子なんかを見れたりするので、なかなか生で見る機会はないと思うので、ね、来てみたらすごく楽しめるかなと思っております。で、僕が持ってく苗なんかもあんまり展示会の売店とかにはないレベルのいい意味でいい意味でもうちょっと手前のというか、苗の苗みたいなのを持っていくので、自分で1曲目を作りたいとか、やっぱり最初から自分で作りたいなっていう方で、未生はちょっと場所の関係もあるしっていう方にはいいかなっていうのを持っていくので、是非ね来てみてほしいなと思います。これ根があんまり元気なさそうですね。切るほどないね。こんな感じですね。これちょっともう切らずにいきましょうかね。あんまりないです。ちょっと先だけ刺激を与える程度に切る感じにしましょうか。こういうのどうしたらいいんですかね。これも 100% 枯れてるんですけど、あった方がかっこいいんですよね。残しておきましょう。これはちょっとかっこ悪いんで取りましょうか。これちょっとかっこ悪いんで取ります。この辺もいいかな。細いし。これは生きてんのかな。これも生きてなそうですね。でもかっこいいな。これは生きてるか。ちょっと残しといて置いておきましょうかね。このくらいでちょっと先だけ刺激を与える程度にねやっておきましょう。刺激が欲しけりゃバカになれおほーっていう感じで、軽くやっておきましょう。もうこんなもんでいきましょう。そしたらまた素焼きがいいかなと思うので、素焼きに入れていきましょう。いやーでもあれですね、ボンクラ市多分僕が一番楽しんでますね。出店者としてもそうですし、普通の参加者というか買いに行く見に行くみんなに会えますしね。なかなか僕高知なんで関東勢の方と会う機会がほぼ皆無なので、この企画してくれたね主催者さんには本当に感謝ですね。皆さんは結構あれですかね、身近にリアルな盆栽のお友達というかお知り合いっていうのは結構いらっしゃるんですかね。僕はもうほぼもう本当に数える程度ですね。3人とか4人とか、それももう本当にちょっと顔を知ってるぐらいなんで、一緒にどっか買いに行ったりとかそういうのはしたことないですし、もちろん
ね、その一緒にいじったりとかもないですし、4箇所で止めようかな。だからやっぱりその住んでる近くに園があったりして、まあその教室とかですかね、その皆さんとね一緒にやれる環境がある方っていうのは本当に羨ましいですね。まあ煩わしいところもあったりすると思うんですけど、でもやっぱり自分で作った盆栽を見てもらいたいのもそうだし、まあ同じ樹種、特に同じ樹種やってる方なんかはどんな感じで作るのかなとか参考にもねしたり買ったりするんで、本当羨ましいですね。もう全然いないんですよね。あ、そんなこと言ってもねしょうがないので、誰かまあ、高知県、まあせめて四国でですね、まあたまにはちょっと高松盆栽の里一緒に行こうよとか、いや高知も盆栽盛んな会ありますよっていうのがあれば、コメント欄でもいいですし、Twitter の DM でもいいですし、教えていただいたらぜひ僕も混ぜてください。お願いします。混ぜてほしいですね。どうやって止めようかな。こんな感じで止めていきましょうか。これどう止めます？止めるの苦手なんですよね。ここは皮がよいしょ。ここで止めるとして、こっちはここに皮取れちゃうな。こっちかける根がないんですよね。ちょっとこっちにして、この辺でかけますか。あんまり皮が取れないように。効くのかこれ。効くか。OK。よいしょ。ごめんなさいね、ボソボソ喋ってましたね。したら長すぎましたね、もう針金。よいしょ。何の話してましたっけ。そう一緒にやれる人、例えば変な話、ベランダでやってる方とかコーチとかでいらっしゃいましたら、僕と一緒にですね、このうちの庭でもう一人ぐらい作業できるスペースはありますので、よかったらね一緒にやったりとかできたら楽しいななんて思っております。ぜひTwitter だとかでよろしくお願いします。よし、角度どうですかね。あんまり考えないでやりましたけど、ぼちぼち良さそうですね。これはもうちょっとこう上げてこようと思うので、今はちょっとふんぞり返ってて構わないと思うので、ここですね、ここだけ、少し前に傾くぐらいでいいですかね。もうちょっと後ろの方がいいのかな。このくらいにしようか。ここで止めましょう。止まるかなここ。止まんないな。止まるとこがないなこれ。止まるとこがないんでごめんなさいね、一回ほどきます。すいません。これ海外の方の字幕もつけてるんですけど、こういうボソボソ言った
会話っていうのは非常に困るんですよね、訳す時に。もう多分カットしちゃうと思うんですけど、いやー、皮が大丈夫かな。よいしょよいしょよいしょ。これで軽く止めて、こっちも軽くいて、止めて、よいしょ。これでいいかな。いいですね。 OK。 よし、これで砂入れていきましょう。たらすき込んで、これで最後はしっかり止めます。よいしょ。で最後これ倒す時にもうこうしっかり押さえながら倒すとずれにくいですね。こうして押さえながらこう回して倒すと。よいしょ。長いのは切りましょう。よいしょ。 OK。 いい感じですね。角度的には問題ないです。ここをまたこっちにもうちょっと持ってこようかなと思いますけど、いつ持ってこようかな。また涼しくなったからやりましょうかね。はい、こんな感じであと水やりして終わります。そしたら最後ちょっとボンクラ市に持っていくのをちょっと見てもらいましょうか。よいしょ。はいはい、こんな感じで準備してます。この辺が500円、1000円、この辺が2000円とか3000円とかで、この辺はちょっとオークションにするか金額つけるか悩んでおります。オークションの時間がありそうだったらオークションでもいいんですけど、こんなにたくさんちょっとやってる時間なさそうだと思うので、ちなみにオークションは11時半からやりますので、この辺のやつが良さそうだなと思ったら11時半までに来ていただければと思います。こんな感じです。はい、そしたら今日もありがとうございました。そしたら次回はボンクラ市で会いましょう。じゃあね、またね、バイバイ。教室の窓が桜の雨、ふわり手のひら心に寄せた、みんな集めてできた花束を空に花と忘れないで、今はまだ小さな花びらだとしても僕らは一人じゃない。